足音。事の始まりは心霊スポットでの生配信だった。俺は週に数回ほど生配信をやっている。普段は雑談かゲーム実況の二択になることが多い。高校が夏休みに入って、夏もいよいよ本番となってきた8月の初め。夏といえばホラーということで、前から興味のあった心霊スポット突に挑戦することにした。対談やその手の話も嫌いじゃない。高校の友達に聞いたり、ネットで調べていくつか候補を挙げた。俺はその中でも一番やばいと言われる場所に目をつけた。どうせ同じ行くなら、一番やばい場所に行った方が再生数も稼げるだろう、と思った結果だった。本当に幽霊が見れるとか、行くことで危険な目に遭うなんてみじんも思っていなかった。それがあんな目に遭うなんて、この時の俺は知る由もなかった。心霊スポット突、当日の蒸し暑い夜。理由を見繕って家を抜け出すことに成功した俺は、財布と懐中電灯を愛用のボディバッグに入れ、最寄りの駅へと向かった。駅で電車に乗り込み、揺られること約30分。そこからさらに歩いて5分ほどのところに、問題の場所はある。終電の時間を確認した後、俺は深い暗闇に向かって歩き出した。駅を離れるにつれて、自分自身が暗闇に飲み込まれていくような、そんな錯覚に陥った。心臓がいつもより少しだけ早く、ドキドキと脈打ち、震えている。たまらず、取り出した懐中電灯の電源を入れて、目の前を照らす。その明るい光に少しほっとした。俺は汗のかいた手で懐中電灯をぎゅっと握りしめ、暗闇へと身を投じていった。しばらくすると問題の場所が濃い闇の向こうから顔を出した。それは県内でも最強と噂される心霊スポット、旧 A トンネルだった。卵型の入り口が大きく口を開けて、獲物が来るのを静かに待っている。俺にはそんな風に見えた。その周りでは草木が生い茂り、時々それが風で揺れた。葉のすれ合う音が風に乗り、さざ波となって響く。新 A トンネルが開通するまでは利用する者もいたのだろうが、今となってはここを通る者はもうほとんどいない。俺のような肝試し目的の物好きを除いては。俺は他に人がいないことを確認してから生配信の準備を開始した。タイトルを心霊スポットに初突ナウと設定し、配信を開始した。こんばんは。ということでね、大丈夫かな？声ちゃんと聞こえてる？いつもは家で配信してんだけど、明らかに家じゃないよね。というのも、今日は心霊スポットに来てます。この時点で視聴者は10人近くいたと思う。時々減ったりしながら少しずつ増えている。暗くてようわからんとか、何県などというコメントがある中で、そこがどこかはわからないけど、すぐに離れた方がいい。なんかやばい感じがする。という奇妙なコメントがあった。最初は盛り上げてくれてんなぐらいにしか思ってなかった。俺はそのコメントに構わず続けた。ここはトンネルなんだけど、
昔、ここで女の人が刺されて殺されたっていう、マジでやばい場所なんだよね。実際にトンネルに入った人で、女の人を見たって人が何人もいるし、多分ここら辺で一番やばい場所なんだよね。そこに、これから突撃しちゃおうぜってわけ。やばくない？今から入ってくんだけど、もしなんか映ったら、コメントとかで教えてくれる？肉眼だけじゃ見えないものとかあるかもしれないし。そう言いながら、懐中電灯と月の明かりを頼りに歩を進めていく。トンネルの入り口が近づくにつれて、徐々に気温が下がっていくような嫌な肌寒さを感じ始めていた。中に一歩足を踏み込んだ瞬間、ゾクッと鳥肌が立った。悪寒が背筋を走る。心霊スポットという先入観がそう感じさせているのか、外界との空気の違いをこの時俺は確かに感じていた。全長100メートルもなく、道幅も車両での通行が難しいほど狭い。トンネル内に照明は一切なく、月の光と懐中電灯、携帯の液晶画面だけが今ある唯一の光源だ。それらが消えた瞬間、ここは真の闇に支配される。そんなところに一人でいる自分を想像するだけでゾッとした。俺は声に若干の恐怖をにじませつつも、なんとか視聴者からのコメントを拾いながら生配信を続けた。真ん中あたりまで来た時だった。懐中電灯が照らす道の端に何かある。それが何かはすぐにわかった。花瓶に入れられた花だ。それはここで被害者が亡くなったことを意味していた。もう誰も来ていないのだろう。花はすでに枯れてしまっている。それを見ているだけで気分が憂鬱になり、悲しい気持ちがこみ上げてきた。もう一人の自分の、今すぐそこから離れろ、という叫び声が聞こえたような気がした。ふと我に返り、携帯の液晶画面に視線を移して、視聴者からのコメントをチェックする。いつの間にか視聴者数は100人を超えていた。すると、今すぐそこから逃げるよう促すコメントが大量に届いている。逃げて？え？なんで？わけがわからず、俺が問いかけるとすぐに返信があった。小さいけど足音が聞こえる。走って近づいてきてるっぽいから、逃げた方がいい。文面に多少の違いはあるが、他の視聴者も同じようなコメントを書き込んでいる。そんな足音は聞こえないが、視聴者全員で俺一人を騙しているとも考えにくい。もとより、恐怖で限界に達していた俺は、全速力でその場を後にした。息も怠々になりながら駅に着くと、すでにホームに電車が来ていた。俺は体力を振り絞り、その電車に駆け込んだ。すぐにドアが閉まる。恐る恐る後ろを振り返ってみたが、そこには誰もいなかった。誰かが追ってきている様子もない。驚いたようにこちらを見ている乗客たちの視線を気にする余裕もなく、俺は力尽きたように座席に腰を沈めた。電車が動き出したのを確認すると、思わず口から安堵のため息が漏れた。携帯の液晶画面を確認すると、すでに生配信は自動終了されている。
延長しないと30分で自動的に配信が終わる仕様だった。生配信の映像をアーカイブとして保存し、帰宅後に確認することとした。自宅の最寄り駅に着くまで約30分。俺は電車に揺られながら車窓から見える街の火をぼんやりと眺めた。帰宅すると靴を無造作に脱ぎ、2階に続く階段へと向かった。部屋はその先だ。生配信中に視聴者にだけ聞こえたという足音が気になって仕方がない。リビングから出てきた母親との会話も早々に切り上げ、俺は気持ちを流行らせながら階段を登った。部屋に入ると、勉強机の脇に置かれたスクールバッグに入れっぱなしとなっていたイヤホンを取り出し、窓際にあるベッドに腰掛けた。足音を聞き逃さないよう、携帯にイヤホンをセットし、液晶画面に表示された問題の映像を再生する。鼓動が少し速くなるのを感じた。音量を大きくし、耳をそば立てる。トンネルに入るまでは特に問題はなく、気になるところもなかった。視聴者の反応に変わった様子もない。が、トンネルの内部で携帯のカメラが花瓶に入れられた花を映した瞬間、それは確かに聞こえた。かすかではあるが、それは足音のように聞こえた。それが少しずつ、しかし確実に近づいてきている。にもかかわらず、それに全く気づいていない様子の俺に、視聴者の間で徐々に不安と恐怖が広がっていく。ついに足音は女性のものであるとはっきり認識できるまでに近づく。この事態を何とか知らせようとする視聴者からのコメントが無数に流れ、コメント欄が埋め尽くされる。俺が気づいて逃げ出したのはこの時のことだった。逃げている間も女性の足音は聞こえ続け、それは配信が終了するまで途絶えることはなかった。見終わった後、俺は情けないことに怖くて、しばらく動くことも振り向くこともできなかった。背後には窓がある。カーテンは閉めていない。もし今振り返って窓の外に誰かいてこっちを見ていたら、そんな嫌な想像が頭に浮かんでは消え、恐怖心を煽る。初めての経験にどうしていいか、誰に相談すればいいかわからず焦る俺の脳裏に、生配信でのあるコメントがかすめた。それは配信を開始してすぐに離れた方がいいと奇妙なコメントを残してくれた人のことだった。俺は早速コメント欄に表示されている名前を頼りに SNS でその人を探してみることにした。そしてその人は割とすぐに見つかった。ダイレクトメッセージで軽く挨拶をした後、今回の件を相談した。返信が届いたのは10分後のことだった。その人が言うには、自分は確かに霊感はあるが、そういうものに関する知識があるわけではないし、ましてや霊を払えることなんてできないという。残念ながら、俺が期待していた言葉とは違っていた。そういう場所に行くと気分が悪くなったり、それが見えるというだけなのだそうだ。生配信も、俺がトンネルに入ったところで気持ち悪くなってしまい、そこから先は見ていないらしい。加えて、その人はこう言った。
絶対ついてきてるから、なるべく早めに神社へ行って、お祓いしてもらった方がいい。できれば、今すぐ。その言葉に、俺の恐怖心はさらに高まることとなった。後ろが気になって仕方がない。このままでは寝ることはおろか、怖くて風呂に入ることもできない。そう思った俺は意を決し、近くの神社に向かうことにした。自宅から一番近い神社までは歩いて15分ほどかかる。有名なところでもなければ、そんなに広くもない。いつからそこにあるかまでは知らないが、古いことには違いない。小学生の頃は友達とよくその神社で遊んだものだ。宮司さんのこともよく知っている。温厚で面倒見がよく、気さくで感じのいい人だ。この人が怒っているところを見たことがない。年齢は50代前半くらいだと思う。たまに悩みを相談しに行っている人もいる。俺も何度かお世話になった。全国的にどうかはともかく、近所では有名な宮司さんだ。あの宮司さんなら何とかしてくれるかもしれない。そんな少しの希望を胸に、俺は神社を目指して歩いていた。自宅を出て数分が経った。夜の濃い闇に染まった道は、俺の知っている道とは雰囲気が、表情がまるで違っていた。いつも何の恐怖や不安もなく通っている道が、今は怖くて仕方がない。街灯の光は心もとなく、中には点滅して切れかかっているものもある。俺以外に人の気配もない。誰か通らないか願った。その時だった。背後からかすかに足音が聞こえる。その足音に俺は最初ほっとした。それは一人じゃないという安心感からだった。振り返って後ろを歩いている人を確認しようとしたとき、耳が背後の足跡を明瞭に捉えた。瞬間、俺の背筋に冷たいものが走った。全身から血の気が引き、空気が冷たくなるのを感じる。俺は、この足音に聞き覚えがある。数分前に自宅で確認したあの足音だ。あのトンネルからずっと俺を追いかけてきていたのだ。俺は振り返るのをやめて歩くスピードを速めた。だが背後から聞こえる足音はなぜか先ほどよりも大きくなった。背後にいるものとの距離が徐々に縮まっていくのを感じる。後ろが気になるが、もう一人の自分が絶対に振り返るなと警告する。怖くなった俺は全速力で走り出した。少し後ろの方から走る足音が聞こえてくる。後ろにいるであろう女性と俺との距離は明らかに縮まっていた。このままでは追いつかれる。そう思った。この時ばかりはゲームばかりして、運動をしてこなかった自分を恨んだ。俺は体力が続く限り走り続けた。神社まであと少し。息も切れ切れで、もう体力も限界だ。すぐ背後から足音が聞こえる。
今にも声が聞こえてきそうでたまらない。助けてと叫びたかったが、この時にはもうそんな余裕もなかった。殺される。殺される。殺される。嫌だ。嫌だ、嫌だ。死にたくない、死にたくない。死にたくない。すると、ようやく神社が見えてきた。あそこに行けば助かる。そう思うと、不思議と力が湧いてきた。残り少ない体力を振り絞る。社務所の電気はすでに消え、境内にも暗闇が霧のように立ち込めて、視界を黒く塗りつぶしていた。この社務所は住居も兼ねており、宮司さんはそこにいる。社務所まであと数十メートルのところまで来た時だった。社務所の電気がついたかと思うと、玄関の引き戸が勢いよく開き、中から寝間着姿の宮司さんが出てきた。明かりに照らされた宮司さんの表情は険しく、怒っているように見えた。この時、先ほどまで聞こえていたはずの足音がしないことに気づいた。振り切ったのか？そう思い、俺は恐る恐る振り返った。ダメだ！振り返るな！宮司さんの怒号が飛んだ。振り返ると、目の前に苦悶の表情を浮かべて、断末魔の叫び声を上げる、長い黒髪の女性の顔があった。眼球はなく、ぽっかりと開いた黒い穴が、こちらをじっと見つめていた。意識が遠ざかり、俺はそのまま気を失った。目が覚めると、知らない天井があった。6畳ほどの和室に敷かれた布団で寝かされている。どうやらここは社務所の中らしい。宮司さんの姿はない。すでに外は明るくなっており、障子からは優しい光が差し込んでいる。ゆっくり上体を起こした。頭がぼーっとする。枕元には左腕にしていた腕時計が置かれている。時間を確認すると6時30分。腕時計をつけて重い足取りで社務所を出ると、宮司さんが境内を清掃していた。俺に気づき近づいてくる。昨べはご迷惑をおかけしました。そう言って俺が頭を下げると、宮司さんはため息を一つ漏らした。あんなとんでもないもん連れてきて、何をしたんだ？自分では分かってないかもしれんが、下手をすりゃ死んでたんだぞ。あの夜、宮司さんは嫌な気配を感じて目が覚め、外に出たところで俺を見つけたらしい。背後にいる女性の霊にも気づき、そこから感じるあまりの怨念の深さに、心の底から寒気を感じたという。そして、気を失った俺を本殿まで運び、急遽知り合いの霊能者を呼んで、条例をお願いしたのだそうだ。条例は数時間にも及んだという。その霊能者は、非常に危険な霊で危ないところでした。もし、このまま気づかずに放置していたら、近いうちに自殺か事故という形で引きずり込まれていたでしょう。と言っていたという。
俺がこれまでの経緯を話すと、何やってんだ。死にたくなかったら、二度とそういう場所には行くな。と、宮司さんに初めて怒鳴られた。親にも連絡したみたいで、帰った後も父親と母親に怒鳴られて散々だった。その後は特に変わったことはなく、以前と変わらない日々を過ごしている。もちろん、あれから心霊スポットと呼ばれる場所にも行っていない。特に、あのトンネルのことは思い出したくもない。今でもたまに夢で、あの足音が聞こえてきて、飛び起きることがある。皆さんも、面白半分で、心霊スポットには行かない方がいい。死にたくなければ、ね。後書き。